お久しぶりです。トーマスです。今日はね、ガジェットブロガールームツアーっていうのを1年越しにやっていきたいと思います。でね、ここにも書いてある通りではあるんやけど、マジで6畳 1K の限界に挑戦をしているから、これから大学生になる人、これから新社会人になる人で、狭い家に住むの不安やなって思ってる人に関しては、これを見て、6畳一間でもここまでできるんやって思ってもらえればと思うから、早速行ってみましょう。お邪魔します。はい、これが渋谷区6畳 1K8 万円一人暮らしのキッチンでございます。残念ながらこちらがキッチンです。廊下ではないんです。そしてその廊下の周りに風呂、トイレ、リビング、キッチン、洗濯機置き場、ここが玄関となっております。でも大丈夫。こんな狭い家でも快適に過ごせるから、それを見ていってほしいという話。まずね、玄関見ていきましょう。これがね、俺が一軍で使ってる靴で、これ自由で購入した1400円のやつでね、靴紐がないから履きやすくてマジでおすすめではあるんやけどね、さらにいいのが、ソールが薄いから地面の感触が直接足に伝わってくると。そしてここにあるのが小さい空きですね。まだこんなところに残ってたんですね。でね、靴に関してはね、ここにある分でほぼ全てなのよ。俺はね、靴そんないらんかなって思ってて、最近は寒くなってきたから、このね、長めの靴と長めの靴下を履いて、足首を寒さから守るっていうこともするようにはなってるんやけど、基本的にはこの5足のうちでも1、2、3、4足かな。これをローテーションしてるっていう感じやね。なぜなら俺には足が2本しかないから。で、これまた自由の同じやつがここにも置いてあって、さらにね、この靴箱には何があるかというと、はい、また自由の同じやつ。で、ここはもう完全に荷物入れやね。で、さらにこちらにあるのが相肌の、何これ。これね、スプレーするだけで花粉から守ってくれるっていう不思議な商品でね、花粉症の人にはおすすめです。で、この辺はバイクのグローブとかで、あとニット帽やね。俺テンパやから風呂上がるたんびに髪の毛爆発しないように、このニット帽をかぶって髪の毛を抑えるっていうのをルーチン化しております。で、上の方には外出るときにすぐ使えるような細かいグッズがあって、これ結構いいのよ。スパイベルトっていうやつで、カバンは持ちたくないけど、荷物を持ちたいときはこれを体に巻きつけると。あとは全然使ってない革手袋とサーフクルーのトートバッグやね。これ結婚式の引き出物でもらった定価2000円のカバンやのにもう4年以上使ってるって物持ち良すぎるよな。で、これがバイクのサブのカバン、マフラーとか、まあこの辺サングラスとかもあるけど全然使っておりません。で、あとね、この木の板なんやけど、これね、既製品じゃないの。俺自分で作って長さバッチリのところまでカットして、で、それを敷き詰めてまるでおしゃれなカフェのようにしたっていうのも、この下がね、ちょっと汚いねんな。だからそれを隠すためになんとかならないかなと思ってこういう木の板を敷きました。これはね、多分引っ越すときはもう置いていくことになるかもしれないね。大家さん喜んでくれるね。あとね、トーマスハゲ説はね、毎回否定はしてるんよ。イタリア人とかスペイン人とかってさ、V 字の生え方してるやん。まあ、その言い訳してるとマジでハゲてるみたいになるから、意外とこういうヘアアイロンを使ったりしてます。なぜならテンパだからこういうの使わないと髪の毛爆発するからです。で、ここが段ボール置き場やね。で、これが自転車用の空気入れと、で、これ捨て待ちのハードディスク。で、こちらがドラム式洗濯機です。一人暮らしの心強い味方。これはね、一人暮らしの人、絶対に導入をしてほしい。で、このカゴが洗濯物を入れるカゴで、来たものは全部ここに入れる。このカゴの中身が溜まってきたら、洗濯機に入れて洗濯をする。で、これがね、ペットボトルゴミを収納している箱で、で、ここにあるのがドラム式洗濯機用の洗剤ですね。違うわ、これは食洗機やね。食洗機もね、導入したんよ。これむっちゃいいよ、マジで。もっと早く導入しときゃよかったって後悔してるから。で、これが食洗機用の洗剤で、これが洗濯機用の洗剤で、これが漂白剤ですね。オキシクリーンっていうね、まあ、色が落ちないけど、汚れは落ちるみたいな。で、この食洗機はね、本当にこれ苦労したね。もう一人暮らしでさ、このキッチンで食洗機導入とかありえんやろ。でも食器には触りたくない、冷たい水にも触りたくない、土幻化せんといかんということで、お風呂の上にこういう金のラックを購入しまして、ここに食洗機を置くために、ここ荷物置き場になってたの。全部トイレに移動しております。それがこちらとなります。素晴らしい荷物の量。このトイレは完全に収納と化しているね。この辺にあるのがね、ふるさと納税で購入した水と、あとこの辺はもう生活必需品のストックやね。このラックがね、耐荷重量100キロなんやけどね、今合計多分ね、100キロ超えてるぐらいになってるから、これもしかするともしかするんじゃないのかみたいな気はしてるんやけど、もしかした時はもしかした時でいいかって割り切ってます。あとこの辺昔結構 DIY してた木材が余ってるんやけど、なんか捨てんのもどうかなって思ってここ置いてるんやけど、別に邪魔にはなってないからいいよね。あとこれがダイソンのパチモンの掃除機でディベア。3年ぐらい前に買ってそのままずっと使ってるからね、これむっちゃ気に入ってます。これも部屋の中に見えてると鬱陶しいから、もうトイレの中に収納することによって、こうやってドアを閉めると、まあすっきりトイレを収納として使うっていうのはむしろおすすめです。もちろんウォシュレットもついております。お尻ピッカピカや。で、お風呂場に関しては、何の変哲もないな。そしてこちらが絶望のキッチンとなっております。これはひどい。マジでもう人権がないね。こんなところで料理をしようなんて狂気の沙汰としか思えないわ。だからね、俺考えました。ここにガスコンロあるでしょ。そこの周りの金具、もうないです。これ何かっていうと、料理を絶対にしないという決意なのよ。だからここはもう完全に物置になってます。火を使わずに食べれるメニューを考案して、それを食べています。まあ主にプロテインっていうところではあるんやけど、ここにあるバナナとかサバ缶とか、お味噌汁ね、毎日飲んでるんやけど、これむちゃむちゃ肌綺麗になって
ったわ。絶対飲んだ方がいいと思う。で、プラスアルファでこのね、ヨーグルトとかもね、多数購入をしていて、まあ基本的には水しか入ってないんやけど、このヨーグルトとお味噌汁とアーモンドですね。アーモンドもふるさと納税で購入してたくさん備蓄があります。そういうのを食べとけば別にね、火使わんでも健康的な食事ができちゃうわけよ。で、このキッチンに関しては独立洗面台も兼ねております。というのも一人暮らしをしていると独立洗面台がございません。基本的に多くの人はこのユニットバスではないんやけど、お風呂の中のこの洗面台を使うっていう人が多いんやけど、これね、行くたびに足びっちょびちょになるでしょ。絶対嫌やねん、それは。だから俺は100均で鏡を4枚買ってきて、ケースを外して、ここに鏡だけを貼り付けることによって独立洗面台にしてしまいましたと。で、ここにはゴミ箱やね。で、一応ね、ここにね、キュキュットとスポンジも浮かせておいてはあるんやけど、もうね、食洗機あるからね、使うことないんよ。食洗機がここにあるおかげで、ここに食器がバーンってなることもなくなったし、なんか使い終われば即食洗機。むっちゃ快適。で、あと歯ブラシとか歯磨き粉もここに置いてある鍋の蓋。鍋っていうか、まあ、このフライパンね、フライパンの蓋。まあ、このフライパンは火を使わないので使いません。あと、キュキュットもね、これ下ベタベタになるパターンが多いから、本来食器を置くために作ってくれてるこのスペースに置くことで、下はスッキリしてると。もう基本的に全てを浮かせてください。ここにティッシュもございますと。で、普段は上から取ったティッシュでこの辺さっと拭いて、で、清潔感を保ってるっていう感じだね。あと、これが排水口ネットやね。ここ排水口の蓋ももう捨ててしまってるんで、中身なんか入ればすぐに新しいものに交換するためにここに置いてるっていう感じだね。その他これはアルコールスプレーと、これがキッチンペーパーの残りが、これ捨てなあかんな。なんでここにあんねやろ。で、ここ換気扇8年9年ぐらいもう掃除をしていないです。死の谷みたいになってるけど、現状維持でいきます。なぜなら料理をする予定はないからです。無駄な仕事は減らしましょう。やらなくていいことはやらなくていいと切り捨てることによって自分の時間を確保するんです。ほんではね、ここが食器入れではあるんやけども、ここね、本来ね、炊飯器が置いてあった場所なんやけどね、ご飯食べないからもう捨ててん。っていうかね、ご飯を食べるとどんどん体が太ってしょうがないから、もうご飯食べてる場合じゃないぞって思って、家で米炊いて自分で太って一体何をやってんねんって思ったから、もう完全に捨てました。で、コーヒーメーカー置いて、これね、全自動コーヒーメーカーやからね、もう豆がここに入ってて、ワンボタン押すだけで豆削って水吸い出して、こっからコーヒー出してくれるって、これむっちゃいい。これマジで買ってよかった。実家の親にもプレゼントしたからね、これはいい買い物やったわ。で、上を見上げると、ここにドライヤーが備え付けられておりますということなんで、お風呂に入るでしょ、出るでしょ。で、このね、出た時はバスマットがないから、普通にお風呂の中で体を洗ったタオルを下に引いて、そこで足をパッパッパッってやって、で、こっちに行きますと。ほんで、ドライヤーのスイッチを入れることによって、風を楽しめますと。で、この状態でハンズフリーで歯磨きをしながらスマホを見ながら髪の毛を乾かして、髪の毛を乾かし終わったら今度何するかというと、こちらですね。これ現状も続けております。去年の動画でもやったけど、パオですね。パオをこれをね、口に加えることによって、こうやるでしょ。それによってほうれい線をなくすとシャープな顔を保ちたいっていう。俺は年齢に抗うぞ。しかもね、このタオルもね、畳むんやめて、もうね、畳む意味がわからんと。だってさ、畳んでここに入れて自分でまた広げるやんか。何をやってるかわからんよね。被害者と加害者が同居してるわけよ。じゃあ畳まなければ俺の畳むっていう無駄時間がなくなるじゃないって考えて畳むのをやめました。これね、最高のアイディアやったと思うからおすすめです。で、あとこの辺が美容品やね。398円の化粧水で、これをひったひたに塗ってから、その上からニベアの乳液を塗って蓋をかぶせてるっていう感じだね。エステに通ってる時にね、お姉さんが言ってたよ。化粧水に関しては質より量やからひったひたにしてくださいって言われて、それに習ってるっていう感じ。で、これが洗い流さないトリートメントで、俺テンパで髪質乾燥しやすいからこれを頻繁に使っています。ワックスはウェット感を重視してこのミルボンのやつを使っています。おすすめです。で、あとリステリンは歯磨きする前に必ず使うことによって虫歯と歯周病を予防をしている。洗顔に関しては Amazon で売ってたこの一番安いやつやね。これと泡立てネットを駆使して洗ってます。で、このコーヒーメーカーの下はサプリ群がございます。まあ主にマルチビタミンやね。マルチビタミンだけどほぼ完結できてしまうからそれを普段から飲んでいます。ここは替えの味噌汁と替えのコーヒー豆と、あとはスーパーの袋余ったやつとかゴミ袋とかそういうのを収納しています。そして冷蔵庫は全部水だ。で、冷凍庫にはね、冷凍ブロッコリーがあるから、これをレンジでチンして、ここに塩がございますね。塩で味付けをすると、なぜならマヨネーズは太っちゃうからです。はい、でも最初にも言った通りではあるけど、これがキッチンやね。だからもうこの向こう側にはリビングが広がってるんやけど、以上っていう感じやから、一人暮らしこれから始めるっていう人は覚悟をしてください。そしてこれがリビングです。ようこそ我が家へ。まずこれが居住空間よ。ここに55インチのテレビがあります。ここに折りたたみ式のミニテーブル広げた状態で置いてある。だからご飯を食べるときはここに食事を置いて、ここに座って55インチテレビを見ると。隣には空気清浄加湿器があるから、常に新鮮な空気を俺に送り届けてくれるっていうからくりやね。でね、テレビ結構否定的な人多いんやけど、ニュースとか一切見ないです。ただ有料なバラエティ番組を録画しといて、録画してから自分で見たいときにこのね、リモコンについてる30秒進むボタンっていうのを駆使しながら、面白くないシーンは全部飛ばしながら見ていくっていうのむっちゃおすすめです。水曜日のダウンタウンとかマツコ会議とか超面白いからぜひ見て。あとテレビのリモコンの後ろには Amazon Fire TV のリモコンがあって、これがね、ウーフィーさんやね。来い。
よーし、おいで、いいかな。よし、帰れ。今いいから帰ってください。これね、目がついてないからランダムに掃除しよるんやけど、自分がいない間に掃除を完結してくれるっていう意味では目がついてようとついてまいと一緒っていう話やからね。これ16,700円とかで買える全自動掃除機やからね。だから俺なんかね、もう朝起きてシャワー浴びるんやけど、シャワー浴びてる間にウーフィーを起動して、こっちとこっちとこの廊下っていうかキッチンとを掃除してもらうっていう感じやね。で、あとこのソファーの下にあるのが、これがね、ルーター類やね。この辺地獄みたいになってるからあんまり見たくはないんやけど、そしてその後ろに NAS もございます。Google ドライブが今有料化しました。NAS を使うことによって自分専用のクラウドストレージを確保しております。ここには収納があるんやけど、これが俺の仕事道具の仮面で、この辺はゲーム機買った時の箱を売るために残している。で、この辺が確定申告のための領収書保管をしている。お洋服類は全部この辺に、これもね、すごいの畳まないのよ。パンツ類なんか畳む必要ないやんか。そしてここ靴下類も長いのと短いのしか持ってないから、全部種類は一緒にしてやんねん。だからそれを畳まずに放り込むだけ、畳むっていう作業を全部捨ててます。シャツ類も完全に畳んでおりません。シワシワでございます。それでいいんです。この辺は、そして服とあとジャケット類って感じやね。普段使わないものは収納の中に入れて目に見えないところに置いてしまうと、そして目に見えるところに置いているものはほぼ毎日必ず触るものだけにすることによってシンプルで効率的で洗練された部屋っていうのが出来上がるんです。だからそれを意識してほしい。なぜこれがここに置かれているのか、なぜこれがここに置かれているのか、この飾り物はここにある必要があるのかっていう風に常識を疑ってもらうっていうのが重要やね。そしてこのニセコの飾り物はね、絶対ここにある必要はないんやけど、せっかく北海道行った記念にということで、このね、ディアウォール自転車を壁掛けするために作ったやつに取り付けてるっていう感じではあるんやけど、で、これシャウミの体重計やね、最近あんま乗ってないんやけど、たまに乗るからここに置いてるっていう感じで、これがゴミ箱やね。袋も何もございません。全然大丈夫です。この辺りは収納、この辺りも、収納か。そうかそうか。で、このテレビ台なんやけど、Amazon で2000円で購入したカラーボックスやねんで、これね、ほんまこのテレビのためにあんのかと思うぐらいにテレビの足とギリギリぴったりで、だから55インチを買ったのよ。できればね、もう一個大きいサイズが良かったんやけど、このカラーボックスに乗るサイズは55が限界やって。もし今からテレビを買いたいと思っているんであれば、60、70とね、置ける限り大きいの買ってもらった方がいいです。テレビは大きくて困ることは何もないです。置けるんであれば。このドアのところに懸垂バーっていうのを取り付けてるから、家の中で自由に懸垂を楽しむことができます。最近はジム行ってるんで全然家の中で懸垂はやってません。こっから向こうが俺の作業スペース、仕事環境なんよ。だからここから向こうはむっちゃ金かかってます。で、具体的に言うとこれね、アーロンチェアやから20万円します。やばいよね。20万円の価値は絶対にないです。俺はこの椅子に座ってても体は割と痛いけど、もう買ってしまったからしばらくこれを使い続けています。で、これがデスクトップパソコン動画編集専用のやつで30万円で、これ最強のノートパソコン、これレビュー動画も上げた HP の NB15 なんやけど、これも30万円と。で、これ最強に色が正しいカラーマネジメントモニターっていうやつで、これ13万円すんねんけど、これね、色を修正できんねん。液晶ディスプレイってしばらく使っていくと色がおかしくなってしまうんやけど、このディスプレイは色を修正自分ですることができるっていうところに価値があって、だからなんか写真とか動画とか作るときになんか色違うぞみたいな事態が起こらないっていうのが魅力のディスプレイです。で、あとこの下にね、パナソニック製の Google ホームも置いてあるから、これで OK Google 電気全部消して。はい、4個のライトをオフにします。はい、消えました。これスマートライトになってます。今はこの撮影ライトだけがついてるっていう状態やね。OK Google 電気全部つけて。これがね、Bluetooth スピーカーにもなるから、これで音楽を聴いたりとか、あとね、最近ね、任天堂のスイッチを購入をいたしまして、ここに置いてあるんやけど、これリモコン、ここやね。リモコンっていうかコントローラーやね。これでゲームをするときもスイッチとこのスピーカーが線で繋がってるから、ゲームの音がこっから出てくるのよ。だからこのスピーカー一つで Google ホームと Bluetooth スピーカーと任天堂スイッチライトのスピーカーを兼ねてしまうっていう一台三役。これむっちゃいい買い物やったと思うわ。しかもね、これ生産終了しててね、新宿の山田電機とかで8000円とかで売っててむっちゃ安かったね。これどんだけ人気ないねんと思ったけどね。Google ホームってやっぱみんな変わんねんな。このテーブルがね、YouTube の撮影の時にいつも使ってるテーブルです。このね、ここボタンついてるから、これ押すことによって上がっちゃうのよ。上がっちゃうのよ。上がっちゃうんです。まだ行くよ。まだ行くよ。はい、ここ見てこれ。これぴったりですよ。このギリギリのところまで上がって、そしてディスプレイをこっちに向ける。で、カメラをここに設置する。そして俺がこっちに立つ。こうやって喋ってるっていう感じだね。だから立ち位置が右と左逆になったっていうのはこういうことなのよ。配置を変えてしまったせいで、前はね、このテーブルこっち向きに置いてあってね、ただね、こっち向きに置いてあると、部屋入った時に、ここものすごいテーブルで行き止まりになってるから、閉塞感がすごかったのよ。なんとか奥行きを出したいと、ベランダにアクセスすることはないんやけど、ベランダまで見えた方が広く見えるんじゃないのかな
と思ってテーブルの位置を変えました。で、この辺にあるヘッドホンはゲーム実況の時に使ってたやつ、このミキサーもゲーム実況の時に使ってたやつやけど、最近は全然やってません。そろそろやらないとやばいなと思ってます。で、この撮影ライトもね、YouTube 撮影の時にこっちに持ってきて、こうしてこっち側に向けるっていう感じだね。あとここにプリンターあります。基本的にもう全ての書類をスキャンして Google ドライブにアップロードして保管しています。で、書類の方はもう捨ててしまうっていうパターンが多いからしょっちゅう使うんやけど、そのためにここに置いています。で、この下にあるのが何かというと、防湿庫なんですね。カメラの防湿庫がこのプリンターを置くためにちょうどいいサイズやったからプリンターを置かせていただいております。この配置はやばいなとは思いつつも、これむっちゃ便利やからこのままにします。でね、防湿庫もむっちゃいい買い物やったからね、これカメラ結構持ってる人に関してはね、カメラを置くでしょだけじゃなくて SD カードとか細かいパーツもガンガン入れれるわけよ。しかもそれだけじゃないよ。2段目3段目があるからね、2段目3段目にも細かいもんいっぱいあるやんか。充電器出てきます、サブのカメラ出てきます、ミニ三脚あります、マイクあります、ボイスレコーダーもありますっていうことで、細かいパーツ全てを完璧に湿度が調整された金属製の頑丈な箱の中に入れておけるっていう安心感を1万円で買えるならこれは安い。しかも鍵がここについてるから最悪の事態にも備えれるっていうね。まあここ割られたら終わりやけどね。で、ここはプレ4やな。これ使ってないねんな。売るかどうか迷ってる。で、このサブのキーボードに関してはデスクトップパソコン用のやつです。ノートパソコンのキーボードがこれで、デスクトップパソコン使うときはこっちを上に持ってくるっていう感じだよね。全く同じこのバッファローの1400円で買ったやつ、全くこだわりがないわ。それでも分間400打でタイピングができます。で、あと無線充電器をね、ここに1個2個と3個っていう感じで今持ってるスマホを全て充電をし続けてるっていう感じではあるんやけど、あと有線で充電してるのが全フォン7やね。これまだレビューしてないから早くレビューしないとなとは思ってるんやけど、この有線めんどくさいねんな。なんで無線充電に対応してないねんボケ。で、こちらベッドです。シングルのエアウィーヴを使っております。エアウィーヴの感想は何とも言えんねんな。正直あんまり良くないと思う。10万円の価値はないんちゃうかな。浅田真央ちゃんに騙されたねこれは。まあ悪くもないから使い続けるけどやな。10万円は高いぞちょっと。あと枕が2つあるけど同棲はしておりません。片方は抱き枕です。で、ここにあるマイクがゲーム実況用で、このアーム何かというと、スマホのレビューとかをするときにはね、俯瞰撮影をするためにこんな感じにしてカメラをここに設置して下に向けるっていう感じ。マジで職場がね充実しまくってるけど、まあここが俺の職場やからここに金かけんでどうすんねんっていう話よね。こんだけガジェットに囲まれて生活できるっていうのは幸せやね。ティッシュはむっちゃよく使うから、俺ホコリアレルギー、花粉アレルギーで、これはもう必需品です。で、置く場所も迷ったんやけど、でもここ壁かけてるわ。これが使いやすいんかな。やっぱりこれがベストなんかどうかはよくわかりません。で、ベッドがねむっちゃ高いんよ。その下全て収納になっているんやけど、この下の収納ね、ここになんか入れると俺が取り出すたんびにかがまないといけないから腰が痛いということに気づいたんで、ここの収納はもうほぼ使っておりません。一生使わないような、例えばバイクの変えたマフラーがここに置いてあったり、トレーニング用のダンベルと、あとアブローラーやね。あとこれが爪切りとか手鏡とか細々としたものが入っているカンカンで、これが薬箱やね。ほんでこれがプリンターの替えのトナーやと思うけど、やっぱ合ってんな。で、こっちがプリンターの用紙類ですね。まあ俺は確定申告とかするから、個人事業主ってなんだかんだプリントアウトすることが多いから、やっぱプリンターは必須なのかなと。あとむっちゃおすすめなんやけど、これ窓あるでしょ。窓にね俺全部プチプチ貼ってもうてんのよ。これすることによって夏冬の保温性むっちゃ高まります。冷暖房費劇的に安くなるから、これやってない人ぜひともやってほしい。これもね詳細は記事で解説してるから、それを見てもらえればと思います。1個贅沢を言うとすれば8畳欲しかった。というのもベッドが小さい、寝返りが打ちにくい、セミダブルが置きたい。あとね、このソファー使いにくすぎ。もうちょっと横に寝っ転がれるようなソファー。このね手すりが硬いねん。これ寝っ転がったら頭痛ってしゃあないから寝っ転がることができないと。ソファーとベッドはもうちょっといいのに変えたいなっていうところから、次は8畳もしくは10畳ぐらいの部屋に住みたいなと思っています。次の更新までにはこの家出る予定です。10年住むことになるな。やばいな。で、見てもらって分かる通りではあるんやけど、狭い部屋にも実はメリットたくさんあるんです。それがね、家賃が安いと、そして掃除が楽と。やっぱ狭いということは床面積も狭い、埃が溜まる量も少ないということなんで、掃除という時間がなくなります。さらにね、これ意外と見過ごされがちではあるんやけど、移動が効率的なのよ。俺この前実家帰った時にちょっとびっくりしたんやけど、寝るために2階に上がらないといけない手間っていうのは意外とでかいんじゃないのかな。トイレに行くために、手を洗うために洗面台まで行かないといけない手間っていうのは思っている以上にでかいと。ただ俺んちであればどこに行くにも5秒あればアクセスができてしまいます。この積み重ねっていうのは意外とでかい。だから若くて貴重な時間こそ狭い家に住むことによって時間を効率化する、自分の成長のために時間を使う、そのためにも狭い部屋はいいんじゃないのかなと。で、さらにね、物が厳選されていくと。一番初め引っ越してきた時なんかね、部屋の中にね、キャビネットあったし、ぶら下がり健康器あったし、物だらけではあったんやけど、それをね、9年かけてここまで削減していきました。で、この身につけた感覚っていうのは、たとえ今後広い部屋に引っ越したとしても無駄にはならないのよ。必要なものと必要ないものっていうのが
がもう分かってしまってるから、何か買う時もあれこれ本当はいらないんじゃないのっていうことに気づけるのよ。で、さらに何かを買うんであれば何かを捨てると、そういう癖をつけることによって本当のものの価値を見極められるようになります。自分に必要なものだけを選ぶことができるようになります。無駄な買い物、無駄な出費も減ります。ということで、やっぱりいいことずくめなんですね。で、最後ね、部屋作りを工夫すると、俺んちももういろいろと工夫しています。これはなぜかというと、6畳一間で快適に過ごすにはどうしたらいいんだろうかというふうに考えた結果です。これが広い部屋だったら絶対にここまでは工夫していません。この工夫もやっぱり広い部屋に引っ越した時も生きてくるんですね。ただ逆に狭い部屋デメリットももちろんあります。田舎から都会に引っ越そうとしている人に関しては、このデメリットが鼻についてしまうっていうのはわかる。まず収納が少ないと、もうね、部屋が狭いのに収納も少なかったら部屋の中に物を置きまくらないといけないから、それだけでストレスになってしまうの。やっぱりね、スッキリしてるかスッキリしてないかであれば、スッキリしてる方が視覚的なストレスも減りますということなんで、なるべくスッキリはさせたいんやけど、でも狭い部屋だと収納があんまりないんですということなんで、これから狭い部屋を選ぶ人に関しては収納がある部屋っていうのをなるべく選んでもらう。もしくは高めのベッドとかを購入することによって、ベッドの下を収納スペースにしてしまうっていうのも一つの手だと思います。で、さらにね、料理ができないと、ただね、一人暮らしで料理をするっていうのは諦めてもらった方がいいです。なぜなら時間効率が悪すぎるから。ただ最後のこれに関してはどうしようもないです。リビングが寝室になってしまう。これに関しては避けられない。お客さんを呼びにくいっていうのはやっぱあるとは思うから、ここはもう耐えてもらうしかないのかなとは思います。それらを総合的に加味して狭い部屋を選ぶときに重視してほしいことっていうのがこれにはなるんやけど、まず風呂トイレ別ね。トイレを清潔に保つためには風呂トイレ別にせざるを得ないです。しかもトイレ自体が収納になる。そしてウォシュレットが使えるようになります。これは死守してほしい。さらにね、ドラム式が置ける室内洗濯機置き場を設置すると、ドラム式は一人暮らしの心強い味方になります。ただドラム式縦型と比べるとちょっとサイズがでかいということなんで、置ける物件っていうのが限られてくるので、だから物件を選ぶ場合はドラム式が置けるサイズなのかどうかっていうのを事前に確認してもらうっていうのがおすすめです。あとはね、キッチンとの間にドアがあると、夜ドラム式洗濯機を動かす、食洗機を動かすとかするときも、同じ部屋の中やと音がうるさすぎて寝れないから、それなりに音を遮断してくれるドアっていうのは絶対にあった方がいいです。あとはある程度の収納、これはさっきも言った通りであるんやけど、収納があれば見えるものが減るからストレスが減ります。ということで、俺の結論としては、一人暮らしは6畳 1K あれば余裕です。余裕です。マジで余裕です。むしろその一人暮らしを楽しんでほしいっていうのが俺の思いやね。だからね、6畳で感覚をまず磨いてください。そうすれば、その磨かれた感覚っていうのは必ず広い部屋に引っ越した時も行きます。だから最初から広い部屋に住むよりも狭い部屋に住んでから広い部屋に住むっていうのがおすすめです。その代わりではあるんやけど、1K6 畳やと気軽に同棲ができないということで、結婚が遠のいてしまう可能性はあるのかな。俺みたいに9年も6畳 1K の狭い部屋に住むんではなくて、なるべく早めに狭い部屋を卒業してもらうっていうのがおすすめです。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録お願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックをしていただけるとありがたいです。あと Twitter もやってます。日々くだらないことを発信しています。そちらもフォローしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。